皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、守護霊からのメッセージ、霊感の目覚め始めに起こる3つの体の異変ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、自分の霊感が目覚め始める時っていうのはいろんなことが起こるわけなんです。で、このいろんなことが起こることでですね、あなたには今霊感の目覚めが起こってますよというメッセージを受け取ることができるんですね。はい。そういうことを今日お話ししていきますので、興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、僕らの中にはですね、霊感に目覚め始める時っていうのが、結構起こったりするわけなんですね。で、これはですね、いろんなきっかけで起こったりするわけなんです。例えば自分の霊性を高めるためにですね、訓練をするっていうことをやったりします。そういうことをやってたりすると、ある日急にですね、目覚め始めるっていうこともありますし、またはそんなことしなくてもですね、自分のステージがこう変わっていったり、上がっていったりするとですね、急に目覚め始めてなんだか知らないけど、私どうしちゃったんだろうと思うようなことが起こったりすることがあるわけなんですね。こういうふうになると、自分の霊感と言われるもののですね、感度が変わっていくわけです。はい。だから、いろんなことが起こってくるわけなんですね。例えばメッセージがわーっと降りてくるようになったりとか、直感が鋭くなっていったりとかですね。または、人によってはですね、なんか見えたような気がするっていうようなことも起こるわけです。こういうふうに起こることもありますし、よくあるのがですね、体の異変を感じ始めたりするわけなんですね。で、この体の異変を感じるということはですね、結局、最初はですね、周りのエネルギーにすごく敏感に動き始めたりしてですね、その変化についていけなかったりするということが多いわけなんですね。で、そういうことから体調を崩してしまうということもあるわけなんです。はい。でもこういうことがですね、そういう、例えば先ほど言ったみたいに、霊視とか霊感を高めるための訓練をしていたりすると、なんだろう怖いなっていうふうに思っちゃったりしますが、今日お話しするようなことっていうのはみんなに起こったりしますし、よく起こりがちなことなんですね。だから、これはアキラさんに言ってた、霊感の目覚めが始まってる時によく来るやつじゃんと思ったりするとですね、怖さがなくなってワクワクもするし、そしてまた意識も変わってくるっていうことなんですね。はい。ですから今日は、皆さんにですね、霊感の目覚め始めに起きる3つの体の異変をご紹介しますので、こういう自分のですね、霊感の目覚めが来た時に焦らずに、これ来てますって言って分かるようにですね、皆さんに、分かっていただきたいと思います。まず一つ目はですね、耳鳴りが起こるっていうことですね。これはいつもね、お話でよく言ってますが、これは、その、霊感の目覚めが始まった時っていうのに本当によく起こるものなんです。これはですね、何らかのエネルギーに反応しているものなんですね。誰かがメッセージを送ってきたりとか、何かに触れたり、何かのエネルギーに触れたりするときに、耳鳴りが起こったりするわけなんです。で、これよく言われるんですけども、ずーっと耳鳴りが鳴るんです。24時間もう1ヶ月ぐらいになってます。っていうのはですね、これは残念ながら、目覚めというよりかは、どちらかっていうと、ちょっとストレスとかが溜まってたりすることで起こってるかもしれないので、ちゃんと病院に行ったりした方がいいんですが、たまにプープーって言うと起こったりするようなものってありますね。これがですね、この霊感が目覚め始めてる時に来る、耳鳴りなんですね。で、これは何かのエネルギーに反応しているわけですよ。だから僕らはどうしたらいいかっていうと、今来てるかもと意識を向けることが大切なんですね。そうすると、例えばですよ、なんか意識して何かメッセージがあるのかな、誰か言おうとしてんのかなって思ったり見てるとですね、周りに、この看板のセリフ、これ、私に言ってるよねっていうようなメッセージで来たりするわけなんです。はい。ですから、耳鳴りが来てる時っていうのは、誰かが何かを、言おうとしてる、またはちょっと注目してほしい時とかに起こったりすることが多いので、意識をするといいってことですね。そして二つ目ですね。急に体の調子が悪くなるっていうことがあるってことです。これはですね、僕たちっていうのは人の多いところに行ったりすることが多いでしょ。そうするとですね、その時っていうのはすっごくたくさんのいろんなエネルギーを浴びてるわけなんですね。でも、
こういうものっていうのは、普段僕らは気づかずにいるわけなんです。で、例えば人っていうのも怒ってる人もいれば、悲しんでる人、ね、頑張ろうとして、すごいエネルギッシュな人もいますし、そういう人たちのエネルギーを浴びたりですね、またはその場所のみんなが集まった場所の思いみたいなのができたりですね、土地の元々あるエネルギーっていうのもあったりします。こういうもののですね、結構強めのエネルギーなんかを僕たちは常に浴びてるわけなんですね。で普段は気づかないんですけど、これがですね、その自分の霊感の目覚めたりし始めるとですね、急にそれを感じ始めたりするわけです。ね、そうすると何が起こるかっていうと、最初はやっぱり、何これっていうような感じで体もびっくりしちゃうわけですね。そういうものになれなくて、頭痛がしたりとか、体調を悪くしてしまったら、本当急に起こったりするわけなんです。っていうことが起こったりするわけなんですね。で、こういうものに対して怖がる必要はないわけなんですよ。はい。なぜかっていうと、こういうものっていうのは自分が今まであったけども気づかなかった。でもそれが急に感じるようになったっていう感じで起こってるわけなんですね。だから、これを、こういうことがあるんだ。またなんか感じてるなと思ったりずっとしてるとですね、どんどんそのエネルギーに慣れてくるんです。そうすると、またこう感じにくくなるわけなんです。あるけども感じにくくなるわけなんですね。で、また、こう、ステージが上がったりですね、霊感の感度が良くなったりすると、またこうエネルギーをわーっと感じ始めてっていうことを僕たちっていうのは結構繰り返していたりするわけなんですね。はい。ですからこの体の調子が悪くなるぐらいのですね、強いエネルギーを感じたりするときもですね、その時はちょっとしんどかったりしますが、これも落ち着いたら大丈夫になるんだろうっていうふうに考えておけばいいということですね。またちょっと怖い人はですね、こう人混みに行くときに、そういう時はですね、ちょっとバリアを張る方法っていうのがあるので、意識的にバリアを張るっていうような、私は大丈夫っていうようなことをやっていくといいかもしれないですね。はい。そして3つ目。3つ目はですね、体の中が熱くなることがあるってことです。これはですね、今お話ししたのは外から来るエネルギーを感じたりするっていうことなんですが、体の中、自分の体の中のエネルギーもですね、こう動き始めて感じたりするっていうことがあるわけなんですね。例えば、熱いエネルギーみたいなものがですね、ぐわーっと上がっていってですね、そしてまた下がるみたいなことが起こったりするわけなんです。これ何ってね、思っちゃったりするかもしれませんが、有名なのがですね、クンダリーニというエネルギーがですね、熱いエネルギーとしてこう移動したりするということが、霊感を目覚めたりするときに起こったりするって言われているわけなんですね。はい。ですから、この体の中になんか動くエネルギーがあるなと思って、何って言ってびっくりしないでですね、これもしかしてクンダリーニ、なんか私、霊感の目覚めが起こってるねっていうことを、考えてですね、いろんなものを意識してみる。自分の魂に聞いてみてですね、意識してみるといいということですね。こういう体の異変っていうのはですね、ある程度本当に慣れてくるとあまり感じなくなるわけです。だから全然怖がる必要はないんですね。で、またステージが変わったりするとですね、また感じ方が変わってですね、こんなものも感じるようになった。これなんだろうっていうようなことが起こるわけです。で、これもまたちょっとこう見てるとですね、どんどん慣れてくるということを僕たちは繰り返すわけです。こういうことをすることでですね、どんどん自分の霊性的なもの、エネルギーとかですね、開花してくるということにつながっていくということなんで、皆さん怖がらずにですね、周りのエネルギーに意識していただきたいと思います。そしてまたね、私こんな風に体の異変感じたわっていう人はですね、ぜひコメント欄に書いていただければいいかなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、じゃーん。こちら、僕はですね、今7ヶ月のヒーラー霊性開花講座っていうのをやっております。ここでですね、自分の直感力とか霊性開花を進めていきたいっていう人にですね、7ヶ月僕がマンツーマンでいろんなことをお話ししたり、いろんな訓練をしながらですね、自分の霊性開花を進めていくっていう素晴らしい講座になっておりますので、はい。本当にね、たくさんの方に受けていただいて、皆さんにもいい、コメントをいただいております。興味ある方はぜひ、概要欄にありますリンクを見ていただければいいかなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルライブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。